どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、この我が家に急速に増えつつあるこの植物たちをまとめて紹介しようと思います。いつもね、この後ろの窓際に置いてあって日に日に増える植物にね、結構視聴者の皆さんも気づいてるみたいで、なんか結構植物増えてますねと、まとめて紹介してくださいっていうリクエストをですね、結構いただくようになってきましたので、今日は全部紹介してみようと思います。うちにはいわゆる観葉植物というものもたくさんあるんですけども、今日はこの目の前に並べた多肉植物とか塊根植物とかサボテンとか、そういったねちょっとユニークな形状で見た目もねちょっと一癖あるような、こういった植物を紹介していこうかと思います。これらはもうその名も珍奇植物とかね、ビザールプランツなんて言われてますけど、これらをね紹介してみようと思います。今年に入ってからですかね、急速にこの魅力に取り憑かれてしまいまして、もう完全に沼にはまってしまってます。気づけばね、家の中にこんなに溢れてるっていう状況になってしまいました。はい、そんなわけで今日の動画は僕のこの趣味のねコレクションをつらつらと紹介するだけの動画になってしまいそうなので、温かく見守っていただければ幸いです。あとね、植物の名称も結構ね聞きなじみがないようなものばかりだと思いますので、ここからね呪文のような言葉が連発されますけども、どうかねついてきてください。はい、では早速行ってみましょう。まずうちの中でですね、一番数が多いのはねこちらでしょうね。このパキポディウムグラキリスというものですね。これはねもう結構塊根植物とかコーデックスの中でも大人気の種類だと思います。珍奇植物とかこういうものをハマる人はまずこのパキポディウムグラキリス、これからねハマる人も多いんじゃないでしょうか。もう早速ね呪文みたいな名前ですけど、でこのパキポディウムなんちゃらっていうのがね結構いろんな種類あるんですけど、一番人気なのは多分このグラキリスと言われるものですね。パキポディウムグラキリス、これをコレクションしてる方もね結構多いんじゃないかなと思います。原産地はマダガスカルで多分このサイズだともう10年以上十数年育ってるものなんだと思うんですけど、そういったものがね日本でこういう風に家の中にあるっていうね、これがなんかちょっとロマンがあるというか、はるばる海を越えてきたのかなと思うとね、これが手元にあることがねもうそれだけで嬉しいみたいなところもありますよね。パキポディウムグラキリスのいいところはやっぱこの形だと思うんですよね。この塊根部分と言われるね、ここの中に水が溜まってるんですけども、一応茎の部分になるのかな。ここがこういう風にですねぽってり丸いものっていうのがですね、フォルムが他の植物にはないようなユニークなフォルムで、もう僕もこの部分がすごい好きなんですけど、こういうところがですね多くの人を魅了しているところなんじゃないかなと思います。これがね僕の家の中でも一番大きいグラキリスで、個人的にもね形が一番気に入ってるのがこちらなんですけども、うちにはね他にもいろいろありまして、これもねちょっと小さいですけど斜めにこういう風に生えているグラキリスです。斜めに生えてるというか、こういう形で植え付けてるってことですね。これもねここの部分がポテッと丸くて、でこの角の部分、これがですね短くてですね、なんかバランス可愛いんですよね。とにかくねなんかやっぱ個性があるんですよ、一個一個で。これとあとこれもですね、これもグラキリスですね。ちょっと細長い形の、前の2つとはね全然違う形で、これも可愛いですよね。こちらもグラキリス。あとですね、国内で種から育てたものっていうのもありまして、これうちで育ててないで育てたものを購入してきたんですけど、これですね、これもグラキリスです。ちっちゃいですよね。これに比べると全然ちっちゃい、ちょっとね形が万歳してるみたいな感じで、頑張るぞみたいな感じで見た目も可愛いんですけど、これもねグラキリスで、多分これ2-3年とかですかね、2-3年とかでやっとここぐらいまで大きくなるみたいです。でここまで育ったものを僕はねついこの前購入したんですけど、これはこれでこのフォルム可愛いし、あとね最初の頃はこういう風にトゲが結構生えてるんですよね。なのでよく見るとねいかついんですけど、トゲが生えてるからといってサボテンというわけでもなくて、塊根植物というものになってます。塊根植物とかコーデックスとかそういうのにね分類されますね、こういったグラキリスは。こんな感じで同じグラキリスでもね全然形が違うんですよね。どういう形を選ぶかっていうのは結構ねやっぱ好みの問題みたいなんですけども、やっぱり人気の形みたいなのっていうのはある程度あるみたいで、さっきみたいにこう胴体の部分が結構丸に近くて、ちょっとこれね枝長いですけど枝が短いものとかっていうのがやっぱり人気らしくて、僕も好みなのがそういった形のものなので、どうしても競争率が高くなったりですね、好きな形に出会えなかったり、出会っても他の方が多分ね
すぐ購入してしまったりとかもあるみたいで、なかなかねそういったものに出会えることっていうのが難しいんですけども、そのね一期一会といいますか、見つけた時の喜びとかもあったりするので、自分の金銭に触れる形っていうのに出会えた時のね喜びっていうのもひとしおだったりします。そういう意味ではこの前埼玉のね真夏ファームさんに行った時に見つけたこちらの株とかっていうのはね、かなり自分好みですね。めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。下がねまん丸で、ここに短い枝がね3本だけ立ってるっていうね、すごいバランスも良くてめちゃめちゃ可愛いんですけど、ただねこれ実はまだ根がちゃんと出てない状態です。未発根というものですね。こういう風に発根してないものっていうのも結構出回っていて、でこれはこれで今実はねあんまり動かしちゃいけないんですけど、発根管理というので根をね生やす処理を今しているところです。で発根うまくできる時とできない時っていうのはやっぱりあったりするので、これがまた発根してすくすくとね、ちょっとずつですけども大きくなってくるっていうのがまたね喜びになると思うので、これも頑張って今発根させるように育ててるところでございます。なのでねちょっとそーっとしといてあげたいと思います。形としてはね個人的にこのバランス大好きな形です。これとあとね一応こちらも発根管理中ですね。これも可愛くないですか。開口の部分がまん丸で、枝はねちょっとこっちのは長いですけど、こういった形になっていて、これもねこのね全体のバランス、これがね気に入りまして家にね連れて帰ってきました。こちらも発根管理をしているところなので、ちょっとねそっとしといてあげたいと思いますけども、はい、こんな感じでうちにはね発根してるものしてないものいろいろありますけども、グラキリスが12345体あるのかな。こんな感じでねグラキリスは結構いろいろ持ってますけども、どれもね個性的でこれからの成長がめちゃめちゃ楽しみです。はい、こちらがグラキリスで、ちょっとね説明するので一回これだけどけましょうかね。で今のがパキポディウムグラキリスというものでしたけども、このパキポディウムなんとかっていうのはね結構いろいろありまして、あとねうちには他にもこういったのもあります。はい、こちらはですねパキポディウム電子フローラムというものになります。で僕がですねこういった開根植物とかこういうね珍奇植物、こういったところにハマるきっかけとなったのはこちらの電子フローラム、こちらを家に迎え入れてからですね。これも三茶のマナズグリーンさんで購入した電子フローラムなんですけど、購入した時にはねここから可愛い小さなオレンジの花が咲いていたんですけども、1本だけね、花は時間が経つとどうしてもね取れてしまうので、今は花がなくこういったね葉っぱが茂ってる形なんですけども、この形ユニークすぎません？このように2つとしてないであろうこのね変わった形、これがねやっぱり魅了されるところですよね。ちなみにこれは以前買ってよかったものの動画の中でも紹介したことがありますね。それぐらいにねその当時もねほんとこれ購入してよかったなと思ったんですけど、ここからですね他にもこうねいろんな形のものがあるんだっていうのに気づいてしまいまして、どっぷり使っていってしまったという感じですね。これがですねパキポディウム電子フローラム、これねあと和名が芝の女王の玉串というですね、なんかちょっとこう神秘的な名称がついているんですよね。名前も美しいし、フォルムも美しいというんですかね、絶妙なバランスですよね。美しいけど癖がある、こういうのがねハマるところかなと思います。はい、こちらがねパキポディウム電子フローラムで、あとパキポディウムだとこれもですね、こちらがですねパキポディウムブレビカウレというものです。和名はエビス笑いって言われますね。めでたい名前ですね。見た感じですね、こんななんだろうな、生姜を土に植えたような形なんですけど、植物としてすごい美しいって感じには見えないっていう人もいると思うんですけど、なんかねこれはこれで僕すごい好きなんですよね。この潰れた感じ、うちのこたつもねよく潰れた顔してますけど、ちょっとねこういう愛着がやっぱ湧きますよね。ちょっとなんかねブサカワと言いますかね、ちょっとこう潰れた形とかっていうのはね愛らしさを感じますよね。これもやっぱり個体一つ一つでですね全然形が違くて、今これね葉っぱ生えていますけど、これもね黄色い花だったかな、ちゃんとね春とかになると黄色い花がここから咲いたりもするんですけど、この花が咲いていない状態でも葉っぱがこうついてる状態とか、あと葉っぱが全部落ちてもですね開根の形、これがすごいユニークで面白いなと思ってね購入いたしました。名前もめでたいエビス笑いパキポディウムブレビカウレですね。はい、パキポディウムはこんな感じですかね。ちょっとこれも手前引っ掛けちゃいそうなので一回どけます。はい、続きましてはこれですね。先ほどからチラチラ映っていたと思いますけど、アガベです。これですね、でも大人気のアガベですね。アガベはまた先ほどのパキポディウム属とはね全く違った魅力がありますよね。
アガベもねほんといろんな品種があって、この葉の形状であったり、この虚子と言われるねこのトゲの形とか、このうねり具合とか、あとこうやってね色とか、そういうので分けていくと200種類以上あるらしいですね。でうちにもこのアガベいろんな種類あるんですけども、まずこちらがですね、結構今人気が高まってると思いますが、アガベチタノタというものですね。チタノタの中の多分ねブラック&ブルーってやつだと思うんですけども、これがうちの中では一番サイズも大きいアガベですね。見てください、このいい感じにがっつり虚子、トゲトゲの部分、下の方はねトゲの部分が白いんですけど、上の方になってくるとちょっとこうね黒ずんでるというか、こういう風にトゲの色もグラデーションになっていて、見た目がね面白いですね。いい感じに丸みを帯びた感じで、いわゆるね徒長って言われるこう葉っぱが無駄に伸びすぎてるって状態にはあんまりなってないので、結構ねこのフォルム自体もいい形なんじゃないかなと思います。あんま傾けられないですけど、上から見た時のねこのロゼッタの形とかっていうのもねすごい綺麗なんですよ。ほんとかっこいい。鉢はですねこれに合わせましてゴージンポットというのをね植えてますけど、このね鉢と合わせるこのトータルでねコーディネートするみたいなのっていうのも、こう鑑賞する上でもねやっぱり楽しみの一つだったりしますね。めちゃめちゃかっこいい鉢ですね。うちの中でもねこのアガベの存在感はねかなり強いですね。はい、めちゃめちゃかっこいいアガベ。こちらがまずアガベのチタノタブラック&ブルーですね。で同じアガベですと、これは中くらいの株ですね。はい、こちらもアガベのチタノタで FO76 というものですね。 FO76、 これはねカリフォルニア生まれのアガベでございます。またねさっきと少しこう丸みというか、先ほどのねこちらに比べると少しこう開いたような形になってますけど、こういった感じで葉の開き方っていうのもね結構個性があります。これもさっきのグラキリスと一緒で、どういったのがいい株みたいなの一応あるはあるらしいんですけど、なるべくねこうコンパクトに丸くなってるものが人気とかっていうのはあるらしいんですけども、好みの問題かなと思います。個人的にはこういう風に丸くボール状になってるもの確かに好きなんですけど、一方でねこういう風に綺麗に広がったものみたいなのっていうのも割とバランスは良くて結構好きな形です。こちらが FO76 です。さらにちょっと小ぶりなのだとこちらアガベチタノタナンバーワンってやつですね。これもね形は先ほどのブラック&ブルーだったりとか FO76 形近いんですけども、こちらもまたねちょっと開き方とか丸みの帯び方みたいなのちょっと違いますよね。こういうのね育て方とかで結構変わるらしいんですけども、上手な方はうまく自分の水のやり方とか日の当て方でこの形をコントロールっていうのがねできるらしいので、僕もね今勉強中なんですけども、購入して結構経ちますが、こんな感じでね結構いい感じに育ってきてるんじゃないかなと思います。あまり上にこうね高くビヨーンと伸びすぎるんじゃなくて、こういう風にね小さくコンパクトにまとまって成長していくっていうのがね、なんか見た感じとしては自分の好みだったりもするので、結構理想的な形に育ちつつあるんじゃないかなと思います。でこれやっぱね成長はそんなに早くなくて、1年でこの葉っぱが1枚増えるか増えないかぐらいな結構ゆったりしたスピードで成長するらしいです。他のアガベも共通してそんな感じらしいですね。なのでそのわずかな成長ではありますけども、年月を重ねることによって育っていくっていうね、その楽しみもありますよね。はい、こちらがアガベチタノタナンバーワンです。あとですね、アガベだとここにもあった、はい、こちらまた結構ね雰囲気違いますよね。こちらはアガベチタノタスナグルトゥースというものです。今まで紹介したアガベが濃いめなねグリーン一色だったのに対して、こちらはこういう風にちょっとね薄い色の斑というものが入っていますね。これはね結構形キュッとこうね丸く絞られた形でコンパクトに育っているんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ可愛いですよね。こうコンパクトにキュッとねボール状に育てられたものっていうのはねやはり人気もあるので、なかなかね希少性も高かったりして手に入れるのが難しかったり結構高かったりとかもするんですけども、こういうのはねもう自分の金銭に触れてしまったらやっぱり欲しくなってしまうので、やっぱねこういうのに手が伸びますよね。個人的にめちゃめちゃこれも気に入っています。すごい形がいい。でこの斑の雰囲気すごい素敵です。はい、こちらがアガベチタノタスナグルトゥースですね。あとこちらもアガベですね。アガベのホリダというものですね。虚子が結構いかついですね。それで今までの他のアガベに比べると葉が一枚一枚細い、幅が狭い葉がこうね生えていて、上から見るとねすごい形綺麗。うわーもうほんと形綺麗だ自分で今撮影してる映像を見ながら感動してしまったんですけど、すごいいい形してますよね。これ
ホリダ、今まで紹介したアガベと同じアガベでもね全然雰囲気違くてすごい存在感あります。シャープでありつつね存在感があってめちゃめちゃかっこいいですよね。この辺りねちょっと今まだプラカップに入っていて鉢にね植え替えてないので、これに合うねかっこいい鉢見つけてそこにね植え替えていきたいと思ってます。こちらがアガベのホリダですね。あともう一個こちら、痛い。アガベはトゲを手に刺しがちなんで気をつけないといけないですね。はい、こちらはですねアガベのブルーエンバーというものです。これもね先ほどのホリダにちょっと近くて葉っぱが細いですね。葉っぱの幅が細い狭いチタノタブルーみたいな、ね、幅の広い葉ではなくてこういう風にねシャープな葉の集合となってます。こちらのアガベブルーエンバーとこちらのホリダ、これはですね埼玉のマナーズファームさんで購入してきたんですけども、真中さんにもお会いしまして、マナーズファームのオーナーの方なんですけども YouTube もされていてねすごい参考になる YouTube されてるんで、概要欄にリンクも貼っとくんでよかったら見ていただきたいんですけど、そのね真中さんにもいろいろ教えていただきました。こちらはねなんか太陽にかたすとめちゃめちゃ美しいということなのでね、そういう楽しみ方もあるね素敵なアガベでございます。マナーズファームさん埼玉でちょっとね僕の家から行くのは割と遠いんですけど、東京に手に入らないようなアガベとかもですねすごいたくさん揃ってましたのでね、素敵な場所なのでぜひ一度行ってみていただきたいなと思います。個人的にはねあそこ夢の国ですね。はい、こちらはアガベのブルーエンバーですね。めちゃめちゃアガベもいろんな種類あってどれもね個性的で一個一個金銭に触れてきますね。アガベはこんな感じですかね。続いてはユーフォルビアというのを紹介していこうと思います。大丈夫ですかね、皆さんついてきていただけてますかね。まあね今日はついてきていただける方だけに楽しんでいただければ僕はね満足でございます。はい、続いてユーフォルビアというのを言ってみたいと思います。本当ね呪文みたいなのが続いて恐縮なんですけども、ユーフォルビアのまず一つ目はこちらです。めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。ユーフォルビアオベサというものですね。これもほんといい表情ですよね。美しい。これはですね実は同じくね YouTube やられてます天気を気にする人のビデオというですね植物系の YouTube チャンネルを運営していますリトマンさんにですね送っていただいてしまったプレゼントでございます。めちゃめちゃ素敵なプレゼントありがとうございます。このユーフォルビアの中でもねオベサ僕はね近々いろいろ揃えていきたいなと思っていたところでそういったねプレゼントをいただきましてですね、もう大切に育てております。鉢も植え替えました。ちょっとかっこいい鉢に植え替えましたよ。こちら見た感じねもう完全にサボテンっぽいんですけど、実はこれサボテンではなくてそのね先ほど言ったユーフォルビアというものに属します。サボテンには属しません。よく見るとこうゼブラ柄みたいなのが入っていてですね、あと上についてるのはこれは後ほどね種になるそうですね。ネットかなんかかぶせて種をちゃんと収穫してそれで種まきしてオベサを未生で育てていくとね、そういった楽しみもありますね。植物って本当面白くないですか。なんでこんな形になるんだろうというか均等にこういう風に育っていくんだろうって神秘的ですよね。上のこのね種の子たちもほんと可愛いですよね。これはユーフォルビアのまず一つ目オベサですね。リトマンさんにいただいたオベサで、オベサはですね僕もう一個実は持ってまして、こちらはねもうちょっと小ぶりですけどコンパクトなオベサです。先ほどのこちらに比べるとこう潰れてるあんま縦に伸びてない感じのオベサで、こういう風にね同じオベサでも成長の過程で形がね結構違ってきますよね。これはこれとほんとよもぎまんじゅうみたいな感じなんですけどちょっと美味しそうですよね。これもとても形可愛くてねかなり気に入っています。で同じくねゼブラ柄がこういう風に綺麗に入っていて、これもユーフォルビア属の中ではかなり人気ですよね。オベサどちらもねオベサかなり気に入っております。大事にしています。はい、こちらのユーフォルビアオベサですね。でこのオベサにちょっと似た形のものだとこちらですね。ザン、ユーフォルビアバリダです。名前がかっこいい。見た目すごくないですかこれ。何事っていう感じで電気走ってるみたいな感じになってますけども、こうオベサからトゲが生えたようなバリダ、これもね個性ありますよね。防御力攻撃力が高そうな植物ですよね。これもねユーフォルビア属のものなんですけども、この胴体の部分ここはねさっきのこのオベサとすごい見た目似てるんですけど同じようにゼブラが入って、ここにやっぱこのトゲみたいなもの、これがね特徴的ですよね。このトゲは花が咲いた後の枝茎みたいなものっていうのが残ってます。なのでちょっと薄茶色のもの、これはねもう硬くて枯れ木みたいな感じになってるんですよ。この辺は今ねここのところよく見るとちょっとね薄緑ですよね。
ね。この薄緑のあたりっていうのは花が咲いた直後のもので、あまりまだ枝化していないんだと思うんですけども、これがね徐々にこういう風にこの枝が溜まってくってことなんですかね。これはねなんかまた趣があって面白い。これもね一目惚れして迎え入れましたけども、こちら面白いですね。これがユーフォルビアバリダですね。であと変わってる系もう一個、これもユーフォルビアなんですけども、なんだこら何ですかこれは。ユーフォルビアグロボーサと言います。これは南アフリカ原産の植物でですね、不思議な形してますよね。この白と緑のお団子みたいなのが数珠つなぎになっている。それでね多分この辺が花が咲いた後だと思うんですけど、これもねパッと見たらねちょっとなんか変な形じゃないですか。でもなんかねやっぱ自分の中に金線に触れる何かがあるんですよね。なんか最初雑誌かなんかで見た時にこのグロボーサっていうのを知ってですね、このフォルムになんかすごい惹かれてですね、探しまくってこのね好きな形のものを見つけて購入しました。なのでねちょっと鉢も結構いい感じの鉢に入れさせていただいてるんですけど、本当見た目不思議でかっこいい、僕にとってはこれねかっこいいんですよ。はいこれもねブサカワっちゃブサカワですよね。すごいユニークな植物ですよね、グロボーサ。こちらも先ほどと一緒、同じくユーフォルビア属のグロボーサです。あとこちらにもユーフォルビアありますね。はい、またこれもユニークな形ですよね。はい、こちらが和名はクズリュウと言われますけども、ユーフォルビアイネルミスですね。見た感じからもですね、タコの足が伸びてるように見えて、これタコモノって言われてるものの一つですね。タコの足のように伸びてるもの、これをねタコモノと言いますけど、その中の一つでイネルミスってやつですね。和名はクズリュウと言われます。九頭の竜と言われますね。はい、皆さん9本あるかなって数えたと思うんですけど、全部で14本ありますね。タコの8本でも9本でもなくて14本ありました。なので、ね、多分これもっと増えるんでしょうね。これもマナズファームさんで購入しました。見た目癖ありますよね、これも。でもこの癖がねやめられない。可愛いクズリュウ、ユーフォルビアイネルミス、こちらと、あとユーフォルビアだとこれもだ。そう、こちらも先ほどのリトマンさんよりプレゼントいただきましたユーフォルビアキリンドリフォリアです。枝の伸び方がヘビとか竜とかなんかそういうものを思わせる。枝葉まだね細いですけども、なんか存在感すごいあるなと思って、これもねいい感じの鉢に植えさせていただきましたけど、はい、こちらもユーフォルビアですね。ユーフォルビアキリンドリフォリアですね。ユーフォルビアもこんな感じですかね。はい、ここまでね相変わらず呪文みたいな名前ばかり出てきましたけど、安心してください。ここからやっと聞きなじみのあるやつ登場です。サボテンです。はい、まずこちらはサボテンですね。アストロフィツムアステリアス、スーパーカブトって言われるものですね。アストロフィツムっていうのは表面に星を散らしたように見えることからね、有生類とかも言われますけど、アストロ、星、そういう意味だと思うんですけども、これはスーパーカブトと言われてるものです。よもぎまんじゅうに白玉を振ったみたいな感じで、ちょっとね和菓子っぽさがありますけども、こういったところまでね手伸ばしてしまうともう止まらないのかなと思いつつもですね、この見た目の魅力にやられて連れて帰ってきてしまいました。はい、こちらがアストロフィツムアステリアススーパーカブトでした。同じくアストロフィツムでもう一つ、こちらはアストロフィツムミリオスティグマですね。サボテンも結局呪文のような名前ばっかり。これもよく見ると細かな白い斑点々がついていてですね、粉糖がついてるみたいな感じですよね。触ったら取れちゃいそうな感じなんですけど、取れることはないですね。はい、これもアストロフィツム属のミリオスティグマというものですね。これ4つに分かれてますけど、これがね5つの星型のものとかが割とスタンダードなんですかね。だけどこのね4つのやつ、これ可愛いなと思ってこちらを選びました。これもねなんでこんな形色模様になるんだろうっていうね不思議な植物でございます。アストロフィツムミリオスティグマ。はい、サボテンはこの2つですね。今のところ本当ねサボテンの選択肢すごいあるんですよ。だからこれねもっとどっぷりハマっていってしまうともうサボテンだらけになってしまいそうかなと思って視線はそっちに落としすぎないようにちょっと自己制御してるんですけども、半年ぐらい経ったらもしかしたらね部屋の中がサボテンだらけになってる可能性は十分あるんじゃないかななんて思っております。はい、サボテンは以上で、あとはですねアデニウムというのを言ってみましょうか。アデニウムのですねまずこちら
かわいいアデニウムスーパードワーフです。この、ね、スーパードワーフっていうのはこのねちょっと背が低い感じのもので、さっきのグラキリスにちょっと形似てると思うんですけど、またこれはこれでね違うんですね。アデニウムというものです。このね妖精のドワーフがバンザーイってしてるみたいな感じのですね、こういうフォルムちょっとね愛らしさを感じますよね。この結構短いんだけど生命力を感じさせるこちらがねアデニウムのスーパードワーフです。これもね魅力的な形してますよね。あと同じアデニウムでもう一つ、はい、こちらはですねアデニウムのアラビカムというものですね。この表面の色ツルツルでねすごい綺麗だなと思って、あとこの枝部分のね生え方、このね枝ぶりの部分とかもすごい美しいなと思って購入しました。これとさっきのこのねスーパードワーフ、この2つもマナズファームさんで購入したんですけど、このねマナカさんも言ってたけど、これね結構形やばいですよね、めちゃめちゃいいですよねって言ってくれて、これは大満足です。この子たちもこれもね他と違った個性ある面持ちでね、家の中での存在感結構ありますね。これもめちゃめちゃ可愛いです。はい、アデニウムはこんな感じですかね。はい、あと少しですね。続いてはこちらがホッケアですね。ホッケアエドゥリス、和名は火星人って言われてます。火星人っぽい。確かにこれすごい丈夫で、もうほんとね水をある程度あげて日向に置いといたらねすくすくほんとよく育ちます。この枝ももう何回か剪定してるんですけど、ちょっとね置いといたらねこの枝どんどん伸びてきます。塊根植物の中ではね比較的育てやすい部類なんじゃないかなと思うのと、他のねさっきのグラキリスとかに比べると比較的リーズナブルに購入できたりするので結構ねおすすめです。見た目も面白いですよね。こちらもホッケアエドゥリスですね。はい、続いてこちらがですね聞きなじみあると思います。アロエですね。アロエのラモシシマというものです。アロエもねいろんな種類があって、よく見るアロエとちょっとね雰囲気違うかもしれないんですけども、これもさっきのポッケアと同じようにですね結構育てやすくて、水あげて日向を解いたらですねもうどんどん葉っぱも育ってきます。かなり葉も増えましたね。これもね結構気に入ってますね。こちらがアロエのラモシシマです。はい、以上ですかね。はい、そういったわけで今日は僕がコレクションしているですねこの珍奇植物、この辺りを紹介してみました。僕はねまだまだこの辺のコレクションをね始めたばかりなので、もしかしたらね説明とか間違ってしまってる部分とかもあったかもしれませんが、こういった珍奇植物の魅力が伝わればねもうそれだけで嬉しいので、もしね見て気になるところとか間違ってますよみたいなそういうのねあったら、そういうのもね指摘いただけると嬉しいです。あと今プラスチックポットのままのものも結構あって、かっこいい鉢にね植え替えたいななんて思ってますので、これらにね合いそうな鉢をねご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じでねぜひ感想とかもコメントでいただけたら嬉しいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。今日はバーっといろいろ紹介しましたけど、皆さん気になった植物はありましたでしょうか？もしねそういった推しの植物みたいなのをねこう紹介する中で見つかったらですねコメントで教えていただけるとそういうのもね嬉しいです。はい、そういったわけで今日は僕の持っている珍奇植物ビザールプランツのコレクションの紹介をいたしました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。よろしければねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。